皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では取り上げてくれないウクライナ情勢。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。今回取り上げる最初の話題は、ウクライナ軍の遠距離攻撃の結果、かなりロシアが無様な情報工作を行っているので、その点について取り上げていこうと思います。最初の話題は、ロシア本国ノボロシスク港、ロシア軍の黒海艦隊が引きこもっている港です。この港に対しウクライナ軍は先日、水中ドローンによる突撃を行いました。攻撃の時の映像がこちらです。監視カメラをハッキングした上で、この映像は取得されたとされています。ですから、準備段階において映像を取得し、公開することを前提としたというところでも、この攻撃には様々な面でロシア軍の脆弱性をついたことがわかります。攻撃の成果について、現在検証が行われている衛星写真の情報をもとにした分析によると、海面上に油が浮いていることから、潜水艦の完備もしくは後方区画において船体が損傷。それに伴って機械油か燃料油が漏出していると見られています。つまり無傷ではありません。潜水艦の場合だと船体に損傷があるということは深く潜ると、それだけで致命的な事故へとつながります。潜水艦として機能しないだろうと考えられているのです。そしてもう一つ、ノブロシスク港では動きがありました。これは船の出入りに関して足気を沈めたのではないかと言われています。これは艦隊が外に出ることを自ら封じるものです。通常このように艦隊を港に封じ込めるという作戦はウクライナ軍側がするようなものです。しかし今回はロシア軍側が自ら行ったものと見られています。これは黒海に船を出して攻撃されるリスクの方が高いと判断したのでしょう。インターネット上では沈めた橋家についてはいやいや自由自在にロシアは移動させることができるんだと話す人もいるのですが、本当に完全に沈めたのであれば容易に動かすことはできません。今後ロシアの黒海艦隊が港から出てくるのか出てこないかで、この橋家を完全に沈めたのか、それとも移動できるような形で設置したのかは後で答え合わせをすることとしましょう。次にウクライナの東部戦線より戦争研究所のマップを使います。赤もしくはそれに準じる色がロシア軍の占領している地域です。東部戦線主要な戦域の一つ、クピャンスク防衛線。この地域においてはロシア軍が11月には町を制圧したと発表しました。ところが12月になってウクライナ軍が反撃を行い大半を取り戻しています。そのためクピャンスク市内にロシア軍兵士が取り残されています。これに関連してロシアの情報工作が行われています。こちらの映像はロシア軍の公開したものです。我々ロシアはクピャンスクの町を制圧しており、ウクライナ軍が反撃して取り戻しているという話は全くの嘘でたらめだと主張するものです。ところがここで一つ問題です。インターネット上には情報公開をもとにして分析する人たちがたくさんいます。映像に映り込んでいる道路や住宅、そういった情報をもとにして一体この映像がどこで撮影されたのか割り当てた人たちがいます。それによると今回公開された映像はクピャンスクの町から北東へ20キロも離れた場所でした。つまりクピャンスクを制圧しているんだと主張する映像がクピャンスクとは全く無関係の場所で撮影されていたということです。ロシア側が主張するようにクピャンスクの町を完全に制圧しているというのであれば、これは明らかに嘘でたらめの類でしょう。ただしロシアはこうした嘘を言い続けなければならない国内事情はあるのでしょう。何しろロシア国防省として正式にクピャンスクを攻め落としたんだというような話をしていたわけなので、今更取り戻されたというような話ができないという考え方があるのでしょう。自分たちは負けないという基本的な物語を決して曲げたくないのかもしれません。戦いはまだまだあちこちで続いています。こちらの映像はロシア軍のバギー部隊がウクライナ軍に向かって攻撃してくるところ、それを迎撃するために様々なドローンが出撃し、このバギー14台及び歩兵を多数撃破したとのことです。こちらの映像では非常に高額な兵器、対空ミサイル S400 の車列をウクライナ軍ドローンが捕捉、そして攻撃したものです。この映像では2両の S400 が攻撃を受け、爆発炎上しています。対空兵器 S400 は非常に長射程の大型の対空ミサイルを搭載しており、航空機に対する抑止力、そして攻撃力においては非常に脅威です。しかし、小型のドローンに対する十分な警戒と迎撃をするには全く向いていない兵器でもあります。
続いてはウクライナの関連ニュースなどを見ておきましょう。読売新聞、ロシアの富豪アブラモビッチ氏の資産没収へ、イギリス政府、チェルシー売却の5200億円をウクライナ支援に。イギリス政府はウクライナ侵略を受けて制裁対象となっているロシアの富豪ロマン・アブラモビッチ氏の資産について没収するための手続きに着手したと発表した。サッカーのイングランドプレミアリーグの強豪チェルシーを売却して得た約5200億円が念頭にあり、ウクライナ支援に回す狙いだ。イギリス政府は新たな財団を設立する準備を進めており、アブラモビッチ氏に対し売却収益を財団に自主的に移管するよう求めた。応じない場合は法的措置も辞さないと警告した。アブラモビッチ氏はプーチン大統領に近いとされ、2022年の侵略開始後に制裁対象に指定された。所有していたチェルシーも売却することとなり、収益はイギリス国内の銀行口座で凍結されている。イギリス政府によると、売却の際、アブラモビッチ氏は全収益を侵略行為の被害者の救済に充てることに合意していたとされる。スターマーイギリス首相は、約束を守る時が来た。我々は強制的な手段に出る用意ができていると強調した。イギリス政府のこうした政策はもうどんどんとやってほしいものです。ロシアの富豪はヨーロッパの脅威を声高に言いつつも、財産も非常に多くヨーロッパに点在させており、豪華な別荘や大型のクルーザーなどについて差し押さえされることなどもあります。これらの資産について差し押さえ現金化、そしてウクライナ支援などに充ててほしいものです。ちなみにここ最近ロシアにとって非常に頭の痛い問題が発生しています。これはウクライナ和平案が話し合われることによって、もしかしたらロシアの石油が市場に舞い戻ってくるかもしれないと考えた人たちによって国際価格がかなり下落傾向を見せています。石油価格の下落はロシアの石油収入に対する大きな打撃となります。ブレント原油が60ドルを下回り、5月以来の低水準、ロシアとウクライナの和平進展で。実際にこの記事の中にあるように、ウクライナの和平案についてはまとまる気配は私は全くないと思っています。ヨーロッパ側はウクライナと共同して独自案といったものを作っていますが、これはロシアにとって非常に不愉快、不都合なものであり、拒絶の姿勢を示しています。一方で、ロシアの意向を受けたトランプ大統領の和平案は、ロシアにあまりにも有利すぎることから、ヨーロッパとウクライナは共同してこれに反対し修正案を求めています。そうしたこともあって意見はとてもまとまるような雰囲気はありません。しかし話し合いが行われていることそれ自体によって市場が動いており、価格下落は直接的にロシア産原油に対する価格下落圧力となります。そして取引価格全体が下がると、そこをさらに中国などが安く買い叩くことにより、さらにロシアの石油収入に対する打撃へとつながるわけです。一方で、ウクライナ情勢関連の話題として、もはや役立たずというような感じになっているアメリカですが、トランプ大統領の関心がベネズエラに向いていることが要因です。トランプ氏、ベネズエラ政権の外国テロ組織指定を表明、タンカー完全封鎖指示。トランプ大統領はアメリカが制裁対象とする石油タンカーがベネズエラに出入りするのを完全封鎖するよう指示したと明らかにした。また、ベネズエラの反米左派、マドゥロ政権がテロや麻薬密輸、人身取引などに関与していると主張し、政権そのものを外国テロ組織に指定すると表明した。国家の運営主体である政権を外国テロ組織に指定するのは極めて異例。仮にベネズエラに侵攻する場合、国家に対する戦争ではなく、テロ組織の相当だとの論法で、戦争権限に関する議会承認などの法的議論を避ける狙いがあるとみられる。トランプ氏は、カリブ海周辺に配備された海軍を16世紀スペインの無敵艦隊になぞらえ、ベネズエラは完全に包囲されていると威嚇した。また、ベネズエラの石油や土地はアメリカから盗んだものだと主張し、それらをアメリカに返還しろと要求。マドロ政権が盗んだ資産を麻薬テロリズムや人身取引、殺人誘拐に使っているとも主張した。トランプ氏は、ベネズエラ沖でアメリカ当局が石油タンカーを拿捕したと発表。ベネズエラの主要収入源である石油の輸出を断ち、
体制転換を迫る姿勢を強めている。ちなみにトランプ大統領が提案している和平案なのですが、とてもではないけれども、成立することはないだろうというのが私の見方です。ただし、ロシア側もこの案について承諾しないようであれば、これだけロシアのために力を尽くしているのに、それでも反対するのかという具合にして、プーチン大統領に対しても新たな制裁をかけるかもしれないぞと発言しています。このあたりも一体何がしたいのかと思うぐらいにトランプ大統領は暴走しているわけですが、今のトランプ大統領の関心事はウクライナではなく完全に南米方向に目が向いていると考えた方が良いでしょう。トランプ大統領はかつてベネズエラにおいてアメリカの石油採掘会社などが原油採掘などを行っていたことから、これらの企業などに対してもしも政権が親米派へと入れ替わり、改めてビジネスができるようになれば、ベネズエラで再び採掘を行うかどうかといった話をアンケートを取ったということです。今回紹介した記事の中でも、奪われた資産についてアメリカに返せというような話をしているのは、かつてベネズエラにおいて反米左派政権ができて、アメリカ企業の資産などを強制的に奪われたといったような過去があり、これを完全に巻き返そうとしているわけです。また今回の記事にもあるように、政権それ自体をテロ組織としたことにより、たとえベネズエラに対して軍事力を使ったとしても、それは戦争ではない特別軍事作戦だというような形で議会からの追及をある程度回避するものとみられます。このあたりトランプ大統領はプーチン大統領の論法を利用し、これが国家間戦争ではなく対テロ戦争や、もしくはある地域の武装組織に対する限定的な力の行使だというような話へと持っていきたいのでしょう。どこからどう見ても国家転覆を図っているというような感じなのですが、今のままであれば、実際に軍事力を使うことも十分あり得るような雰囲気が漂っています。ちなみにトランプ大統領自身がロシアのプーチン大統領に対してウクライナの領土の占領と併合を認めさせようとしていることからもわかるように、トランプ大統領自身もアメリカの国益になるのであれば、ベネズエラの政権を倒してその石油資源をアメリカ企業が牛耳って何が悪いんだというような話をし始めています。このあたりもはやもう無茶苦茶な国際情勢になりそうだなというような雰囲気がプンプンと匂っています。それだけにアジア地域における戦争といったものも決してエソロガトではありませんよという意味で、情勢の悪化というものは続いていると意識した方が良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、このチャンネルの存続のためにもメンバー加入してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。